本当にこれやばかったっすよ。ここでね、めちゃくちゃ発狂してる、私。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。ちょっと、もう興奮冷めやらぬなんですけれども、パフォーマンス、振り返りましょうか。パフォーマンス振り返りましょうか、ちょっと。テレビに出るんだという、まずシンプルな緊張感と、あとその、ツイッター ?X か。X で、その、ちょくちょくメニュー101さんの、投稿が出てっていうのがあって、それを見ながら、あ、出るんだと。本当に出るんだという。ナンバーアイさんたちなりのやっぱり緊張感絶対あったと思うんですけど、それをなんかこうちゃんとパフォーマンスで全部こう乗り越えるというか、まあ乗り越えるというか、もう書き消すというか、ふって緊張感とかなんかいろんななんか心配だったけど、いろいろなんかあるかもしれないけど、最終的には本番のステージで全部スッて持ってっちゃう感じがすごいなーっていうね、プロだなーって思いましたね、本当に。それではスタートって言った後にチャーチャ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 ーの前に平野くんがちょっとこう靴をこうやってるところ、ブーツちょっと上げてましたね。紐を強めたのかな、ありましたね。なんかその感じからも始まってくぞ感があるというか、うわー、岸くんのこのくうわー、神宮寺くんの平野くん、みんなだからやっぱり大事なんですね。このオープニングやっぱりイントロで踊り出さない、歩き出すっていうところは、こういう音楽番組になると余計にその大事さがわかるかもしれない。いきなり踊るんじゃなくて、やっぱりそのカメラさんも追いやすいですし、その3人の存在感もわかるし、始めるぞっていうこの感じがしっかりとよりで見れるっていうところ、ダンスプラクティスの時とかこう見てて、あとコレオグラフィービデオかの時見てて、全体の絵では見てましたけれども、これがテレビになると前にこう寄っていくっていう方法で見えるわけですね。美味しい美味しいフム。うわー、かっこいい、すげえすげえ、来ましたね。だけの世界でいけるブラダー、うわ、いけるブラダードン、ここで回してグッっていうこれがありました、平野くん。だから相当一個一個の動きの中にこういうグングングンっていうのを入れてるんだと思います。これは本当にもう現場のその時のもう何でしょうね、テンションというかアドレナリンで多分どんどん強くなってくるものだと思うので、ミュージックビデオの時のなんかその撮影の時とかの体感とは多分違うと思います。素晴らしい。チャー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 、間違いだらけの世界行けるブラダー、うーわ、俺らについて、この軍ダンス解説でも言いましたけれども、やっぱりね、首の締め方尋常じゃないで、俺らについてクリア見せてやるニューワールの部分の平野くんが今ちょっと多分これ笑顔になってる。回します、見て、ほら楽しんでる、すごいです。ちなみにその1個前の部分、ここら辺、このカメラワークよね。このカメラワークからのこのキエルブラダーの、ごめんなさい、ちょっとここだけ説明させてほしい。この手元あるじゃないですか。ここでめっちゃヒットバキーンって入れてるのが素晴らしい。で、俺らについてくりゃのここの首の入れ感と、3人の足の踏み感と手元のストップ感ですね。これがね、素晴らしい。素晴らしい。一応、テレビの映像なので、ちょっとね、流しすぎちゃうとよくない。ここだけ、引用させていただきましたので、はい。本当にこれやばかったっすよ、ここ。
ここでね、めちゃくちゃ発狂してる、私。正直。うーすっげえこれ、ちょっと君に見てほしいんだけど、もう一回言っていいですか？やばすぎる。いや、そう、この前のだからね、神宮寺くんのね、表情もまた素敵じゃない？ねえ。だからのなんだよね、これね。ここの、うおーやばーい。やっぱりね、生放送ってなると、番組を作ってる側、こっちのカメラさんとか、制作スタッフさんたち側の一種の、まあ、なんだろうな、巻かなきゃいけないとか、オンタイムで進めなきゃいけないっていう、時間内に終わんなきゃいけないじゃないですか。っていう、その緊張感みたいなものが、演者さんにも伝わっちゃうんですよ、それって。あ、今、なんかスタッフさんたちざわざわしてるなとか、僕らには見えてないですけど、出演者の皆さん的には、向こう側にスタッフさんたちがわーっているわけじゃないですか。っていう中で、あ、なんか押してんのかなみたいな。なんかざわざわし始めたなと。監督ちょっとなんかピリピリしてるなとかっていうのが結構なんかこう伝わっちゃうというか、プロデューサーさんのあれとか。で、おそらく他のグループのマネージャーさんだったりとか、関係者の方、会社の方も見に来てる状態なわけじゃないですか。だから今日のこのベニュー101ライブは多分結構多いんじゃないかな。会社の人とか他の人たち、他の事務所の人たちもそうだし、他の社長さんとかもそうだし、社長さんか滝沢社長は言ってたんじゃない？そんなことないかな、分かんない、どうだろう、見てたのかな、どうなのかなっていうのがやっぱりあると思うので、そういう意味でなんかいろいろな緊張感のある現場だったと思うんですよ。そこの空気感が終始良かったなっていうのもそうですし、一緒にこれをみんなでやろうって言ってみんなでそれをこうやる感じとか、よくよく考えてみていただくと、日韓のアーティストの方たちが一堂に会して集まってみんなでこれをやってたところとかもすごく良かったですし、ウェブをねエイティさんたちがこう通していって岸君が上に投げるっていう、まあれもすごいですよね。だってこういう流れできてたら絶対横に通すって思うじゃないですか。それをもらってこういう風に上に流してったとかっていうのも、本当にこれが生放送じゃないですか。そのミラクルもありますよね。だから本当にね素晴らしい。でその素晴らしい空気をやっぱり作ったのは MC のお二人だと思います。濱家さんと生田さん、生田さんっていうのかな、あのお二人の進行も素晴らしかったなというふうに思いますし、あとはランページさんたちのね、なんでしょう、みんなそのなんだろう、ボーイズ感というか、ノリの良さだったりとか現場力の強さみたいなのがあるからこそ、ナンバーアイさんたちのいやもうあれだすみたいな、そのちょっとシャイな感じというか、みんなの雰囲気と、トゥアスさんたちも言うて初めての出演ですし、日本語でねおしゃべりするのもすごく難しい部分はあったと思うんですけども、エイティーズさんたちもしっかりこうお話をされていってっていうところで緊張感もあったとは思うんですけども、皆さんがそれぞれになんかこう乗り越えたというか、本番出し切れたっていうのはみんなで作った空気なんじゃないかなっていうね。音響トラブルもあったけど、あれもやばいやばいとかじゃなくて、これいつまで続くのかなとか、このままやっちゃっていいのかなとか、やっちゃっていいわけないだろうがいっていう濱家さんの感じとか、やっぱりね素晴らしかったですね。